今日はささみとピーマンの南蛮漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ささみとピーマンの南蛮漬けを作っていきたいと思います。作り方としてはもう切って焼いて漬けるだけなのですごく簡単です。鶏ささみを使うのでね、とてもヘルシーな一品に仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに南蛮漬けのタレ以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。ささみ、ピーマン、長ネギ、唐辛子、片栗粉、塩コショウ、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。まず今回ね、ささみの南蛮漬けということで鶏ささみを使用していきます。こちらですね、鶏胸肉で代用していただいても OK です。そしてあとはですね、ささみとピーマン以外に長ネギも使用していきます。こちらお好みで玉ねぎで代用していただいても大丈夫です。唐辛子に関しましては辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作っていただいて大丈夫です。それでは続いて南蛮漬けのタレの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お酢、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、だしの素。南蛮漬けのタレはこちらの材料で作っていきます。まずお酢に関してですが、こちらは一番ベーシックな穀物酢を使っていきます。お好みで米酢を使っていただいても OK です。穀物酢を使うとすっきりとした味わいになります。米酢を使うとまろやかな仕上がりになります。こちらはお好みで選んでみてください。そしてお砂糖ですね。今回はきび砂糖を使っていきます。きび砂糖にするとコクが出て美味しい仕上がりになりますが、こちらはね、普通の上白糖を使っていただいても OK です。そしてだしの素に関してはこちらはかつおだしを使用します。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに南蛮漬けのタレから作ります。小鍋にお水、そしてお酒、みりん、お砂糖、だしの素。まずですね、お酢とお醤油以外の材料を加えてください。そして火にかけます。火加減は強火で OK です。このまま一度沸騰させましょう。加熱している最中はね、時折混ぜながら加熱してください。お醤油に関しましては一緒にね煮立たせてしまうと風味が変わってしまいます。なので後から加えていきます。お酢に関しては一緒に煮立たせると酸味がね結構飛んでしまいますので、こちらも後から加えていきます。ぐつぐつ沸騰しました。そしたら中火にしてこのままだいたい30秒くらいですね、ひと煮立ちさせてください。これでお酒とあとはみりんのアルコールを飛ばしていきます。時折ね、この時も混ぜながらね加熱してください。はい、30秒経ちました。そしたらここにお酢とあとは醤油を加えます。そしてこちらをですね、沸騰直前まで加熱していきます。だいたい鍋肌がふつふつするぐらいですね。そのぐらいまで加熱していきましょう。はい、鍋肌がふつふつしてきたので火を止めます。これで南蛮漬けのタレは完成です。あとはね、このまま粗熱を取っておいてください。それでは続いてピーマンを切ります。まずですね、このヘタの部分を親指で中に押し込みます。はい、そして押し込んだら半分に切りましょう。そしてこの種とね、ヘタを取り除きます。この綿の部分はね、気になる時だけ取り除いてください。はい、そしたらね、ピーマンを切っていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていきましょう。ピーマンはこのように切ります。それではね、残りも同じように切っていきます。ピーマンはこのように切ってください。それでは続いて長ネギを切ります。こちらはまずね、根元を切り落として、そして斜めの薄切りにしていきます。こちらもだいたい5ミリぐらいの幅で切っていきましょう。長ネギはこのように切ってください。それでは続いて唐辛子ですね。こちらはまず半分に切ります。そして種を取り除きましょう。そしてあとは輪切りにしていきます。
唐辛子はこれで OK です。スーパーに売ってるね輪切りのものを使っていただいても OK です。それでは続いてささみを切ります。ささみはですねこのように中に筋がちょっと入ってるんですが、今回ですねそぎ切りしていくのでそこまでね食感に差し支えはないかなと思います。ただ気になる場合はねこちらは取り除いてください。取り除く時はですねこのように筋の両端に包丁で切り込みを入れて、そしてこのように引っ張って少しずつね切ってみてください。こちらのね筋取りはお好みでやってください。今回はねそのまま使っていきます。それではこちらをそぎ切りにしていきます。だいたい1センチぐらいの厚みになるように切っていきましょう。このぐらいの厚みですね。このように切っていきます。それでは残りも同じようにそぎ切りにしていきます。はい、このように切ってください。そしたらですねここに塩コショウをまぶします。そして軽く下味をつけてください。はい、 OK です。そしたらポリ袋を用意します。この中に鶏肉を入れていきます。そしてこの中に片栗粉を入れてください。そして入れたらですね少し空気を含ませてシャカシャカして全体に片栗粉をまぶしてください。こんな感じでねシャカシャカ振ります。はい、 OK です。このぐらいですねうっすら片栗粉がまぶせれば OK です。そしたらこちらをね使うまでこのまま置いといてください。それではですねまず鶏肉から焼いていきます。フライパンにごま油です。そして火にかけましょう。そして一度ね油をフライパン全体にね広げてください。油が広がったらここにねお肉を並べていきます。お肉同士がね重ならないように並べてください。はい、ちょっとねフライパンキツキツですがこんな感じでね重ならないようにお肉を並べて焼いていきます。火加減は中火で OK です。はい、でお肉にですねだいたい6割ぐらいですね火が通ったぐらいですね縁の部分が白っぽくなってきたら裏返します。こうやってね片栗粉をまぶって焼くことでお肉からね水分が出にくくなってふっくらとした仕上がりになります。焼いてる最中はね油跳ねだけには注意してください。あとはねお肉に火が通るまで焼いていきましょう。焼きすぎるとパサパサになる原因になるので焼きすぎには注意してください。はい、 OK です。だいたい4分から5分ぐらいを目安に焼いてみてください。きちんとね焼けてるか心配な場合は一度ね1個取り出していただいて中まで火が通ってるかチェックしてみてください。そしたら火を止めます。火を止めたら保存容器を用意してください。この中にねささみを入れてください。ささみを入れたらつけだれを回しかけます。はい、でお肉全体に浸しましょう。はい、 OK です。まずお肉を先にね浸してください。そしたらね続いてお野菜をさっと炒めていきます。また同様にねごま油です。そして火にかけましょう。フライパンに油を広げてまずはね長ネギです。こちら入れます。こちらねさっと炒めます。まず30秒ぐらいですね炒めてください。はい、で30秒ぐらい炒めたらここにピーマンを加えます。ピーマンもねさっとで OK です。炒めていきます。ピーマン加えてからねだいたい1分ぐらいで OK です。さっと炒めてください。少しね火入れしていただくとお野菜のね甘みと旨みが出てきます。はい、 OK です。このぐらいですねさっと炒めてください。そしたらねこちら容器の中に入れてください。そしてなじませます。余熱でもね火が通るのでさーっとね野菜は火を通すぐらいで OK です。あとね唐辛子も入れてください。しっかり混ぜましょう。はい、で全体的になじませたら上にねピタッとラップを貼り付けます。そしてこのままだいたい30分ほどなじませてください。はい、30分経ちました。ラップを外します。このようにねしっかり味が馴染んで美味しそうに仕上がりました。あとはねお好みで漬け込み具合を調整してみてください。
はい、これでささみとピーマンの南蛮漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、味が染み込んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずささみからいただきます。ささみはね、ふっくらとした仕上がりになってます。そしてこのね、南蛮漬けのタレが染みてすごく美味しいです。では続いてピーマンと長ネギもいただきます。ピーマンと長ネギはシャッキシャキです。すごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみとピーマンの南蛮漬けのポイントです。まずタレについてなんですが、お醤油とお酢に関しましてはこちらは後から加えるようにしてください。醤油に関しましては煮詰めてしまうと風味が変わってしまって、お酢に関しましては煮詰めてしまうと酸味が飛びすぎてしまいますので、こちらは後から加えて沸騰直前まで加熱してください。そして鶏ささみについてなんですが、こちらはですね、だいたい厚みが1センチぐらいのそぎ切りにしてください。今回はね、筋取りはしてないんですが、もし筋取りしたい場合は筋取りしてから切るようにしてください。こちらはお好みで OK です。ただですね、今回そぎ切りにしてるので、そこまでね、口に残らないかなと思います。そして切り終わったささみは下味をつけて、その後片栗粉を薄くまぶしてください。そうすることで焼いた時にお肉の水分をキープすることができて、お肉のパサつきを防ぐことができます。そして焼く時なんですが、まずはじめにね、お肉から焼いていただいて、こちらをですね、火が通るまで様子を見ながら焼いてください。そして長ネギとピーマンに関しましては、最初に長ネギを炒めて、その後ピーマンを加えてさっと1分ぐらいですね、炒めるくらいで OK です。そうすることで食感も残ってとても美味しい仕上がりになります。さらに余熱でもね、火が通るので、そこまでね、入れすぎなくても大丈夫です。あとはですね、だいたい30分ほど漬け込んで召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はささみとピーマンの南蛮漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。